はい、今回は映画天国と地獄のロケ地の昔と今の比較解説を行っていきたいと思います。天国と地獄は1963年に公開された映画で、監督は黒澤明、出演が三船敏郎、中台達也、山崎努など主演級の役者が有名なのは当然なんですけれど、他にも香川京子、三橋達也、菅井金、またですね、初代水戸黄門の遠野栄次郎、2代目水戸黄門の西村光、そして関根勤さんが昔モノマネをよくやっていた大滝秀治など脇役もかなりのメンツで固められているわけですね。ストーリーを超簡潔に言うと、前半は三船敏郎演じる権藤、こちらがですね、大手靴会社の常務で運転手がついているぐらいの地位の人間なんですね。この権藤の運転手の子供が誘拐されて、犯人から身代金3000万円というお金を要求され、それを犯人に渡すといった内容。映画後半は中台達也演じる戸倉警部とその部下たちがですね、山崎努演じる竹内銀次郎という犯人を追う内容になっております。実に58年前で半世紀以上も前に公開された映画、しかも白黒なんですけれど、ストーリーはもちろんのこと、サスペンスならではの緊張感とテンポの速さ、そして身代金の受け渡し時の演出などですね、繰り返し見ても楽しめる面白い作りになっているんですね。では早速参りたいと思います。ここに映っている映像ですが、こちらはその三船敏郎演じる権藤邸の庭のシーンになります。見ての通り、家が高台に立っており、かなり高いところから街を見下ろす映像になっております。ちなみに権藤邸は3つ存在したと言われております。1つ目はこの高台から下界を眺めるシーンのための権藤邸。2つ目は下界から見上げるための外観用の権藤邸。3つ目は夜のシーンを撮るための権藤邸。こちらは東宝のスタジオ内に作られたもので、外の夜景もミニチュア模型で作られたそうです。この動画ではまず高台から下界を眺めるシーンの権藤邸を解説していきたいと思います。現在の景色がどうなっているかというと、こちらになります。はい、ご覧のように映画の中とは全く違った景色になっております。この映像だけでですね、ここがどこだか分かる方もいらっしゃると思うんですけれど、ここは横浜になります。特に横浜の市街を見渡せる権藤邸が建てられた場所はですね、横浜市の浅間台と呼ばれる場所だったと言われています。なのでロケ場所が本当に浅間台であったかどうか、これからですね詳しく見ていきたいと思います。こちらは室内からのシーンですが、窓の外に下界の街並みが見えます。そして現在の浅間台から眺めた横浜がこちら。ご覧のようにですね、景観は全く変わっているんですけれど、どちらも遠くに高島屋の屋根が見えます。ちなみに高島屋横浜店は1959年開店なので、映画内にも映っているわけです。現代では周りの建物も高層化してきているためですね、高島屋の屋上にあるロゴが見えづらくなっていますが、今でも健在です。続いて室内からの別のシーンになります。はい、三船敏郎演じる権藤氏の後ろに映る球体のもの、白黒なので分かりづらいんですけれど、これはガスタンクになります。そしてそばに鉄塔があります。続いて現代の映像を動かしてみますと、ご覧のように浅間台から見て高島屋の右側にガスタンクと鉄塔が存在しております。ガスタンクと鉄塔は当時と同じもの、もしくは同じ場所と考えて良いと思います。つまりですね、これが権藤邸のセットが浅間台に建てられていたという仮説の根拠というわけになります。では続いて1963年当時の航空写真を使って見ていきたいと思います。こちらが当時の横浜の航空写真になります。地図の左側が浅間台、赤丸の位置に権藤邸のセットが建てられたと言われております。地図の右上に横浜駅、そのすぐそばには今も場所が変わらない高島屋があります。横浜駅から少し斜め下にはですね、県道13号線と鉄道が交差する平沼橋、そして地図の下に先ほど説明したガスタンクが見えております。地図には映っていませんが、向かって右側が海方面となります。では赤い矢印のような権藤邸から高島屋方面を見た、見下ろすカメラアングルだと、こちらの映像のように映ります。はい、ご覧のようにですね、高島屋の看板がくっきりと見え、横浜の海も遠くに見えます。また先ほど説明した平沼橋もここからはっきりと見ることができます。では続いてこの赤い矢印のようにガスタンク方面を見下ろすカメラアングルだと、このような映像になります。はい、こちらのガスタンクはですね、現在の浅間台から見ることはできますが、映画のようなアングルだとこのように映ります。また権藤邸が浅間台にあったというもう一つの根拠を示す映像を伝えます。それがこちら。
映画内の捜査本部内のシーンなんですが、右側の黒板に宣言台誘拐事件と事件名が書かれております。つまりですね、宣言台に権藤邸のセットを構えたのですが、映画の中でも舞台は実際に存在する宣言台だったということになります。権藤邸が建っていた場所は今はマンションが建っていて、全く同じ位置から横浜市街を望むことは難しくなっております。マンション横の駐輪場の隙間からですね、かすかに景色を望むことができるんですけれど、先ほど説明したように景観は天国と地獄の世界ではなくなっております。では続いて、戸倉警部たちが権藤邸のある宣言台から降りてくるシーンになります。このシーンの現在がこちら。はい、坂自体は当時と変わっていませんが、下界の景観と坂の右横にある崖が切り崩されており、面影はなくなりつつあります。ただですね、よく目を凝らしてみますと、当時の建物がですね、今でも少しだけ残っていることが確認できます。分かりづらいと思いますので、実際の建物に近づいて撮ってみました。 B の建物はフグ料理のお店でした。 A は建物の四角い感じが当時のまま、 B は屋根の形が当時のままかと思います。続いて C の建物です。こちらは2階の通りに面した正方形の窓が特徴的でですね、映画内に映り込んでいるものと一致しているかと思います。はい、では再び映画のシーンを見ていきます。ご覧のようにですね、この坂の歩道のそばには当時は石の柱が立っていてですね、それがガードレールの役目を果たしておりました。現在は白いガードレールが存在していますが、よくよく見るとガードレールの裏側にですね、当時の石の柱が残っていました。では航空写真を使って見ていきます。こちらのロケ地は実際には宣言台ではなく、横浜市南区にある稲荷坂を使って撮影されました。写真左上が当時野球場だった現前田公園、中央には国道16号線、そして中村川が東西に、堀割川が南北に貫いております。ちなみに現在中村川の上部には高速道路が通っており、当時と景観が異なる要因の一つにもなっております。また先ほど説明した建物 ABC の位置もご覧のようになります。ここで赤い文字の場所が稲荷坂、赤い矢印の方向がカメラアングルだとすると、このような映像が撮れるわけです。続きまして次のシーンに移ります。こちらは山崎努演じる誘拐犯の竹内銀次郎が時間つぶしのために訪れた山下公園での撮影になります。現在でもですね、山下公園は健在でたくさんの人が訪れております。実際に当時の面影も少し残っておりました。犯人の竹内が腰をかけている石の柱は現在も残っており、ただですね、この柱は落下防止の柵として設けられているものなので、山下公園内の海沿いには無数に存在しているんですね。なのでですね、どの柱に腰をかけたものなのかまでは判別がつかなかったので、近そうなアングルで撮影してみました。今でもですね、似たような位置にベンチがあったりと、山下公園自体はそれほど変わっていない印象を受けます。ただ海の上は変わっております。映画の方はたくさんの船が停泊しておりますが、現在はもう少しすっきりしていてですね、また遠くにはベイブリッジも見ることができます。次のシーンですが、海を見ながら時間を潰した竹内は公園を後にします。その後ろ、刑事たちが尾行しており、つまりこの時点ではすでに犯人はマークされていたわけですね。ここで石の柱がアップになります。よく見るとですね、縦に溝が入っているのが分かります。実際に現代の山下公園で柱を見てみると、今でも石の柱に縦の溝が入っていることが分かります。
なので、ここで撮影されたことは、裏付けられたわけです。映画内ではカップルらしき人物が映っておりましたが、現代でもたくさんのカップルをここで見かけることができます。海の様子は昔とは違うと思うんですけれど、今も昔も山下公園はデートスポットであったのかなと思います。映画内で竹内はタバコを吸って海を眺めていましたが、現代では公園内のどこを探しても喫煙している人は見かけませんでした。はい、再び現代に戻ってまいりました。こちらは1000年代から眺めた横浜市街になります。当時はここから海を見渡せたり、横浜駅も見えたりしたんですが、ご覧のようにですね、高いマンションやビルに遮られて今は望むことができません。映画の中で犯人は宣言台の上に立つ冷暖房完備のですね、権堂邸を天国、宣言台の麓にある夏は暑くて眠れない、冬は寒くて眠れない狭い部屋のことを地獄と呼んだのですが、現在はですね、そうしたアパートも少なくなっているので、宣言台の麓に立つ家々も天国のような暮らしができているのではないかなと思います。むしろですね、坂の上にあって駅から遠いこの場所は果たして今は天国と言えるのだろうかというと、住んでる人に怒られそうなんですけれど、少なくとも映画の中で描かれているようなれっきとした格差は今や景色から汲み取ることはできなくなりました。ちなみに実際の権堂邸はここではなく、映像に見えていますマンションの場所に立っていたので、景色もですね、ここからのものとは少し異なります。はい、今回の動画は以上となります。次回は外観用のセットが建てられた付近のロケ動画を作成したいと思っておりますので、そちらもぜひご覧いただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。